こんにちは、ここばあさんです。長女は7月まで放射線治療が続きます。こればっかりですが、何も変化がない。今日の前半は少しだけ Vlog 風に、自閉症のドクターのところに次女を連れて行って、支払いの件で長女にむちゃくちゃ叱られた話をさせてください。あと6月最後の週の家計をもちょっと。後半はまた、米国の医療保険の歴史3、ジョン・ F ・ケネディのあたりを語らせてください。さて、障害者手当をね、アメリカでもらうため、診断書が必要なので、専門のね、自閉症ドクターって言ったら、オーティズムドクターって言うんですけれども、約2時間のテストと質問。そして7月2日にはその結果について電話で約1時間レクチャーするからというパッケージになってました。その支払いが$2500になります。予約を取ってくれたっていうのは自閉症の専門医を探してくれたのが長女の M ちゃんなので、前もってクレジットカードの支払いだと$2575になってしまうから、そこがね、デビットカードって言ったら日本でもありますよね。銀行から直で口座から引き落としされるカード。それだと$2500でいい。$75安くなるからっていう話は長女から聞いてました。もちろん頭にはあったんですけれども、実は前の日緊張してほとんど眠れなかった。で、最初にね、いきなりお支払いをっていうことで、ドクター自らがノートパソコン広げたから、あれ、受付の人とかいないのかなってちょっと頭がパニックしてしまって、そしたら、なんと、ディベットカードが、ディクラインって出てしまったんですよ。拒否。カードのトラブルっていうのが出て、もう頭パニックワールドになってしまいました。だからもうこれ何かの間違いだろう。$75高くなっても仕方がないから、今日こうやってやってもらうために、クレジットカードで払おうって、同じチェイスバンクのクレジットカードで支払いました。もうこれが、$2500が$2575になってしまった。約1万円高くなった。ショックだったんですけれども、M ちゃんもむちゃくちゃに怒って、1時間休憩時間が仕事で場であるんですけれども、1時間近く怒られたので、一体お昼ご飯どうしたのかなと心配になってしまったほどなんですけれども、M ちゃんっていうのはもともと空港でね、高いレートでドルと円を両替するなとかね、あと日本の銀行って5時以降にお金を下ろすと100円とか200円の手数料を取るでしょ。昔からああいう出費をすごく嫌がる子でした。細かい。ちょっとケチケチ。でも、ケチじゃないなと思うのは、例えばファーマーズマーケット、出店が並ぶ日が日曜日にあるんですけれども、そういう時は、美味しいパンとかね、家庭で作ったものが多くて、ちょっと高めでも出店してる誰かが儲かるなら、私はそれでいいと言って払ってしまうし、友達や家族へのプレゼントもそんなにケチったりはしない方です。夫の F 君はもっとすごいけど、とにかく私は昼休みに仕事場からむちゃくちゃ叱られてしまったし、M ちゃんは叱るだけじゃなくて銀行に電話してくれて、結局$75は返ってきたのです。とても感謝してます。イミグラントは特にテイクアドバンテージされるし、向こう側だって自分たちのためになんて助かること助けてくれないんだから、そういう簡単な知識がないと損ばかりすると言って。だからクレジットと気がついて追加でお願いされたのよ。もう、だから油断されたんだわ、って。私が大人になるまで今までどうやって生きてきたのか本当に不思議だわ。もう追加$75無駄に払ってマイレージ貯めたいならいいよ、じゃあ。銀行から電話かかってきてすぐ私だってテキストしたに、今来たからもう一回通してもらいなって。普通私に電話するとか考えなかったの。もうほんとがっかりだわ。あんなに何度もデビットカードで払いなと言ったのに、$2500も払っているのに$75そんなことで払うなんてバカバカしいじゃない。もうすごく怒られてしまいました。本当にがっかりすぎる。簡単な指示を出したのに、今日ちゃんと言っただけでも奇跡だと思うわって。9時の締め切りだ。9時のアポだったんですね、朝。
もう呆れる。へーって。そんな感じでした。はい、さて、また今回もアメリカの医療保険の歴史についてちょっと語らせてください。スプートニクショックっていう言葉を聞いたことあるでしょうか。これアメリカ人だったらもう誰でも知ってる歴史の言葉なんですけれども、英語ではスプートニククライシスといって、1957年10月4日、ソ連が、今のロシアですね、ソ連が人類初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功した。このことでアメリカ合衆国や、西側の諸国でも特にアメリカがもう大ショックを受けてしまった。それまでアメリカは自分の国を第二次世界大戦のね終戦の年は原爆を持ってるのはアメリカだけだったから、トルーマン大統領はもうすごい大得意だった。威張っちゃってました。それがオッペンハイマーって映画にもなったんですけれども、ところが4年後にソ連が水爆実験に成功してしまってシューンとなるんですよね。さらに大陸間弾道ミサイル、それにもソ連が成功してしまった。大陸の間、それまではアメリカにしてもね、サイパン島を陥落しなければ日本にB29 で攻撃しなければ空襲することができなかったんだけれども、ソ連は大陸間で弾道のミサイルの開発に成功してしまった。これね、ヒラリー・クリントン、女の大統領1号になるところだったヒラリーさんが彼女の自伝を読むと、まだこの時彼女10歳なんですよ。でもこのスプートニクショックを学校で聞いた時、あと親たちもかなりショックを受けてたんで、もう絶対もう私たちは科学を勉強しなくては大変なことになるってヒラリーは思ったそうです。科学を勉強しないとソ連のミサイルがもう空からパラパラ降ってくるっていうもう恐怖に駆られてしまったそうです。そしてジョン・ F ・ケネディが大統領に立候補した時は、まさにこのスプートニククライシスの直後で、まだ興奮と恐怖がアメリカ全体を覆っていた時でした。これに対してケネディはニューフロンティアという考え方を明確に示したんです。ニューフロンティア、未知の可能性を開くことによってスプートニクショック以来失われていたアメリカの自信を取り戻そう。ケネディはこう言ったんです。対する共和党の候補ニクソンも同じように若くて、彼はアイゼンハワーの副大統領としてソ連のフルシチョフとも渡り合うなど外交経験が豊富であることを強調して、かなりエネルギッシュなタフガイでした。だから1960年の選挙は稀に見る接戦となったんですが、巧みな弁論と魅力的に見られた人柄によってケネディが11万票という金賞差で勝利しました。ケネディのニューフロンティアはいわばフランクリン・ルーズベルトのニューディール政策もこれはもうどんどん続いてたわけですけれども、それが完成されつつあったし、そのニューディール政策が見落とした分野を追求しようという具体的なもので、固定化しつつあったニューディール政策に新しい時代に即応するような精神と政策を注入しようというものでした。だから彼の演説で1960年代を生きるフロンティアたちは知られざる苦難に直面するだろう。すべてが明らかになっていない希望、すべてが明らかになっていない脅威と恐怖、それに直面する。ケネディのこの演説はフランクリン・ルーズベルトから続く民主党の伝統を引き継いで社会改革の必要性を訴えたんです。だからもう月にね初めて着陸したアポロ、その宇宙開発やあと黒人たちをねちゃんと同じ学校に行かせようとした公民権運動でも非常に有名ですが、こういう流れの中で1950年代からずっと議論されてきたメディカルケアの実現にも力を注ぐと選挙公約では約束していました。1961年1月30日に行われた演説では、医学研究は驚くべき成果を出してきた、進化してきた。これね、だから第二次世界大戦の後、
医療費が値上がりしてしまったのは、抗生物質とかね、もうどんどん取り入れられるようになったし、レントゲンとかいろんな技術が進化して、それだけ医療費が値上がりしてしまったんですね。で、ケネディが演説の中で、成果や進化は素晴らしいけれども、多くの人々の手の届かないところにある。なぜならば、特に高齢者の収入が不足して、病院のベッド、介護施設、そして医師や歯医者が不足しているからである。社会保障法の枠組みの中で高齢者に医療サービスを提供し、そして施設や人員の供給を拡大する政策は今年中に実施されなければならない。ケネディの登場によってメディケアを成立させようとしていた改革派は、新たなエネルギーを得ることになったかのように思いましたが、実はケネディの当選は議会の民主党リベラル派を大幅に増やしたわけではなかったんですね。だから苦闘が続きます。メディケアは特にね、メディケアはケネディにとって重要な政策ではあったの。でも彼には大統領として他にも取り組まなければならない政策がいくつもあった。例えばケネディはニューフロンティア政策の一環として税制改革もあったし、貿易もあったし、その規制のね、変革、それらを達成するためには、下院参入委員会で大きな権力を握るミルズの協力を得ることが必須条件だった。で、この人がまたメディケア反対だったんで、すごくなかなか押せない状態になってしまったんですね。だから、1961年の時点では、ケネディは一旦メディケアに関しては諦めざるを得なかった。そして、それが1961年で、63年の11月22日には、もう悲劇が起きたんですね。ケネディが暗殺されてしまった。ちょうどメディケアを含めた改革案の準備を行っていた時期でした。大きな悲しみがアメリカ全土を覆って、しかし同時にその悲劇はアメリカに、利他的な道義心の嵐を吹き込んだとも言われています。副大統領から急遽昇格したジョンソンが、そういう環境下でケネディが進めようとしていた改革を実現させようとすかさず訴えました。もうそれは暗殺直後に行われたジョンソン大統領の演説にも見て取られます。1961年1月20日にケネディはアメリカ市民に、我々の国としての取り組みはこれからの1000日間にこの政権が終わるまでに、そしてこの地球上に我々が存在し続けている間に終わることがないであろうと言った。しかし、でもみんなで始めよう。Let's us begin と彼は言ったんですね。今日新たな胸に抱くこの時、私は全アメリカ市民にこのように言いたい。さあ、みんなで継続させよう。Let's us continue。ジョンソンはケネディがやり残した改革を実現させることで、ケネディ暗殺という悲劇をアメリカ全体で乗り越えようとしたのです。だから実際はこのメディケアっていう法律はジョンソン大統領、次の大統領の時代に実現しています。でも今日はここまで聞いていただいてありがとうございました。最後になりましたが、2026年6月の家計簿、ちょっとショック受けてるし反省もしていますから、次回もう一回ちょっと詳しくやりますね。というのも、だいたいスーパーマーケットとアマゾン、生活費全般がこの銀行のカードで賄っているのですが、法人はね、また違うカード使ってて、法人はそのまま経費になるんです。生活費のカードなんですけど、これがなんと2465ドルも来てしまいました。ここにプラス自閉消毒体の2500ドルですね。合計で5000ドル。1ドル162円とすると81万円です。もうなんか、どうしましょうって感じ、反省です。ただ、たったの2日ですけれども、ここにはニューヨークの出張も含まれているし、大体ね、普段は週100ドルから150ドルを目安に生活してるんですよ。で、1ヶ月がね、4週間なら生活費は900ドルで、月1回ぐらい外食とか、プレゼントとか何かでね、クレジットカードこれ1000ドル台なんですよ。でコンドミニアムの管理費は
334.40ドル、ローンはありません。で、ATT、これはあれですね、インターネットの Wi-Fi が月60.84ドル。他は電気代が3、40ドルですね。で、エアコン使ったらもうちょっといくかもしれませんけれども、他の水道とか暖房費は全部コンドミニアムの管理費に含まれているのです。今日も聞いていただいてありがとうございました。